日は前回刀を使ってちょっと遊んでみました。この刀と手裏剣を使ってもう少し、ちょっと詳しくやってみたいことがあるので、いろいろと試して遊んでみようと思います。この刀と手裏剣の合わせ方なんですけれども、前回自分で見直してみてちょっと疑問に思った点がいくつかありまして、まず一つは自分が思っている以上に刀を持った時にスナップを使いすぎていると。つまり通常手裏剣を打つ時には手がほとんどこのスナップは使わずに私は打っています。それが刀を使った途端にこのスナップを非常に使っている、使いやすい傾向があると感じています。でそれはどういうことかというと、このようにいつも以上に手が返っている。普段であればここで手が止まるはずなんですけれども、手がスナップを使いやすくなってしまう。でこれはなぜかなと考えてたんですけれども、おそらく刀がなければ腰の動きってのを使えるはずなんです。それが使いにくい。左の半身を引いて打てないので、無意識に体が調整をしようとして手首を使ってるんじゃないかなと。なのでちょっとその点を少し注意しながら練習をしてみようかなと思っています。今もやっぱり少し手首が返ってしまっているんですよね。これが非常に難しい。ただ左手に刀を持っているだけです。これが例えばなんですけれども、刀を一旦納刀します。この状態で普段左手に手裏剣を持ちます。この手裏剣が同じ役割をしてるじゃないかと思ってたんですけれども、この動きの時ってやっぱり引くんですよね。引くというか少し腰が前に切れるというか、腰が回転している。私の場合その手の動きは正中線を上げて下ろすだけ、斜めには振ってないんですね。上げて下ろすだけなんです。正面から見ると手の動きは刀があろうがなかろうがこれだけなんです。ただこの動きが腰が入ることで前を向いているだけ。手の動きはあくまで正中線なんです。が、この動きが刀があると思うようにできなくなってしまう。この正中線を上げて下ろすだけっていう動きが、正解なのかそうでないのかがちょっと、自分の中でも迷っています。刀を持った時にこの動きができない、もしくはやりにくい、それは正解なのかどうか。この辺りがちょっとまだ自分の中で迷っています。ちなみに切っ先なんですけれども、正眼で向けるのもあればこれを下に向ける、これも一応こういった動きをするところもあります。正眼だけでなくて落としてこの状態で打つ。やっぱり少し手を使ってる感じがしますね。
YouTube には何度かアップロードしましたけれども、私は受け身と手裏剣を組み合わせて遊ぶことがあります。受け身といってもその場で回って遊ぶようなものです。例えばこういう動きです。刀を使った時もこの動きと同様だと考えています。刀でたまに小塚があるものがあります。小塚がもしついている刀で、小塚は手裏剣として打てるか、結論から言うと小塚は十分手裏剣の代わりに打つことはできます。その場合だと私はこっちの逆袈裟から打つ動きの方が自然なのかなと感じることがあります。つまりここで抜いて抜刀できるので、個人的にはこの動きの方が自然に感じます。あとはやはりこういう動きをしていると、手裏剣の場合刺さらなくてもいいと私はよく言いますけれども、それを強く実感します。つまり当たろうが当たるまいが顔付近にこれが飛んできたら、当然誰もが一瞬ひるみます。たとえこれが刺さらなくてもいいんです。顔の付近に飛ばす、そして刀で切ると、そういう動きが、非常によくわかります。前回も少し触れましたけれども、手裏剣術の流派の中には右足を前にして打つと教える流派があります。でその流派の場合はやはり刀と併用した刀剣組み込み型があります。つまり右足を前にして手裏剣を打つ、そうすると刀を抜くのがスムーズという考え方です。こちらでも左足が前でもその後出ればいいんですけれども、前に出れば問題はないんですけれども、おそらくほんの少しコンマ数秒ですけれども、こちらの方が早いんじゃないかなと、動きがスムーズなのではないかと感じることがあります。というわけで今日は刀を使って改めていろいろと考えながら遊んでみました。このように刀とか何か他のものと組み合わせると動きっていうのは大きく変わるなということを改めて感じました。例えばこれが六尺棒であったりとか槍、そういったものと合わせてもまた動きっていうのは変わってくるのかなと思います。例えば刀でできない動きが正解か、それとも刀でできないような動きは手裏剣として成り立たないのか、ここのところはもう少し自分の中で考えていきたいところだと思っています。こんな形でまた何か見たいものとか、興味のあるようなことありましたらコメント欄の方に書き込んでいただければできる限りの対応させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。